レイム、行動最速理論を知っているか？それは何？それは、アニメイニシャル D に登場する高橋涼介が提唱した理論だよ。MF ゴーストでは、この行動最速理論がさらに進化している。行動最速理論の回答編だとも言われているんだ。ゲゲゲ、回答編、私の走りも採点してほしいわ0点。採点早いわ0点0点0点。レイムはコーナーが遅い分採点くらいは早くしないとね。何を言う？こちとら一丁前の走り屋やでー。まあまあ。ということで、その高橋涼介が狩る車が RX7 なんだよ。しかも、イニシャル D では、兄弟で登場しているんだ。その高橋兄弟は、揃って RX7 に乗っている。兄の高橋涼介は2代目 RX7FC3S、弟の高橋圭介は3代目 RX7FD3S に乗っているんだ。ほう、それはすごいね。兄弟揃って、RX7 に乗るなんて、その RX7 って魅力的なんだね。何がそんなに魅力的なの？まず、RX7 の最大の特徴は、ロータリーエンジンの搭載だよ。ロータリーエンジンは、レシプロエンジンとは異なる魅力があり、独特の加速感がファンを魅了しているんだ。ロータリーエンジン、それは何か特別なエンジンなの？それはね、通常のエンジンはレシプロエンジンといって、ピストンを使っているんだ。レシプロエンジンと違ってロータリーエンジンは、ピストンを使わないエンジンで、小型で軽量ながら高出力を発揮することができるんだ。それにより、RX7 は軽量ながらもパワフルな走りを実現しているんだよ。なるほど、それはすごいね。そうだね。他にも、RX7 はそのスタイリッシュなデザインで、知られているよ。優麗なスタイルとスポーツカーとしての走りの良さで、国内外のスポーツカーファンに歓迎されているんだ。それは見てみたいな。それから、RX7 は歴代モデル全てがリトラクタブルヘッドライトを採用していることが特徴的だよ。3台ともリトラクタブルヘッドライトを採用しており、FD3S は日本車で最後までリトラクタブルヘッドライトを装備した車種となったんだ。リトラクタブルヘッドライトって何？それはね、ヘッドライトが車体内に収納できるようになっているものだよ。これにより、車体のデザインが優先形になり、空気抵抗を減らすことができるんだ。FD3S の滑らかな曲線は美しいよね。確か、イニシャル D でこんなシーンもあったよね。AE86 レビンとのバトルで、ここ一番の時に、AE86 トレノのライトを車体内に収納し、空気抵抗を下げ、追い抜くシーンがあった。そうそう、あったあった。高速になるほど、空気抵抗は重要になってくるんだ。しかし、夜それをやると当然ライトが消える。消える、真っ暗じゃん。真っ暗といっても前の車が前方を照らしているし、テールランプが光ってるので案外大丈夫だな。そんなわけないじゃん。それから、RX7 はエンジン本体はコンパクトな設計ながら、ロングノーズとは言わないがボンネット部がしっかりとある、FR らしさを強調するエクステリアデザインも、スポーツカーらしさを実感させるポイントだよ。FR って何？それはフロントエンジンリアドライブの略で、エンジンが前にあり、後輪が駆動する車のことを指すよ。しかも、エンジンが前輪より後方に配置されていて、まさに、フロントミッドシップ。これにより、車の重心が適切に配分され、走行性能が向上するんだ。ほう、それは知らなかったわ。それから、RX7 は軽量なため良好なパワーウェイトレシオで俊敏に走り、多くのドライバーに愛されているんだよ。また、国内外のモータースポーツでも活躍していて、例えば、1979年のアメリカデイトナ24時間レースでは、初参戦でクラス優勝という快挙を成し遂げたんだよ。さらに RX7 ではないが、マツダはロータリーエンジンで1991年にルマン24時間レースで、総合優勝を果たしているんだ。これは、日本車として初の快挙なんだよね。その時の車両はマツダ 787B で、車両重量830キロの軽量ボディに、最高出力700馬力の4ローターエンジンを搭載していたんだよ。市販の RX7 のパワーはどうなの？そうだね。2代目 RX7FC3S では、マツダが開発した 13B 型という、空冷インタークーラー付きツインスクロールターボチャージャーが、搭載され、205馬力を発生していたんだよ。3代目 RX7FD3S では 13BRE ダブル型ロータリーエンジンを搭載し、最終的に280馬力までパワーアップしたよ。280馬力もあったなんで、その当時の日本車、スカイライン GTR、NSX、GTO に匹敵するハイパワーだったんだね。簡単に言うとこんな感じだぜ。この後もっと詳しく、RX7 の魅力を紹介しようと思うが、レイム、聞きたいか？聞きたい聞きたい。早く説明して。わかったわかった。ゆっくり説明するね。それでは、ゆっくりしていってね。まずははじめにイニシャル D で RX7 の扱いはどうだったの？それはな、イニシャル D では RX7 はかなり重要な役割を果たしていたんだよ。
特に FD3S 型 RX7 は、主要キャラクターの一人、高橋圭介が飼っていた。愛車で物語の中で大きな存在感を放っていたんだ。彼の RX7 は、物語の進行に合わせて数々のチューニングや、ドレスアップが施され、その度に見た目や性能が、変化していったんだよ。はじめは、マツダスピードのホイールと、巨大なリアスポイラーを装備した。その後、物語中盤ではマツダスピードのツーリングキット、AS スペックと呼ばれるフルエアロを装着、さらに終盤では、RE やメミヤのフルエアロを装着している。また、作中では約350馬力までチューニングを施し、高橋圭介の魅力を語る上で欠かせない存在となったんだ。ほほう、それはすごいね。そうだね、それだけじゃないよ。実は、高橋圭介の RX7 は、プロジェクト D のエースとして活躍し、その後もライバルとして、さらに主人公藤原匠がプロジェクト D 加入後はチームメイトとして、最後まで藤原匠と腕を競い続けたんだ。うわぁ、それはすごいね。でも、RX7 って他にも種類があるんでしょ？そうだね、RX7 には他にも FC3S 型というモデルがあって、これもまたイニシャル D では赤木レッドサンズの高橋良介が飼っていた、マシンとして知られているんだ。また、高橋良介はたびたび、行動最速理論のことを口にしている。行動最速理論って何？それが一番聞きたい。具体的な内容については、作中で詳しく説明されていないんだけど、彼のドライビングテクニックや戦略を指すものと考えられるんだ。ほう、それってどういうこと？高橋良介のドライビングテクニックは、イニシャル D の作中で彼が見せる卓越した運転技術を指すんだ。彼の特徴的なテクニックをいくつか説明するよ。どんなテクニック？まず、理想的なライン取りだね。高橋良介は、コーナーを攻める際に最適なラインを取ることで、車の速度を維持しながらスムーズにコーナーを通過するんだ。次に、高速でダウンヒルを走行する際にも、車のコントロールを保つことができるんだ。へえ。高橋良介は、自身の愛車であるマツダ RX7FC3S 型の性能を、最大限に引き出すことができるんだ。これらのテクニックは、彼が赤城の白い彗星と称されるほどの、ドライバーとしての評価を得るためのものだよ。なるほど。だから、ハイパワーな RX7FD3S 型ではなく、トータルバランスが良い RX7FC3S 型を選んでいるんだね。それぞれのモデルにはどんな違いがあるの？それでは、RX7FC3S 型と RX7FD3S 型の、スペックをそれぞれ、説明するよ。おお、楽しみだね。まずは、RX7FD3S 型からだよ。エンジンはシーケンシャルツインターボ付きの2ローターエンジンで、エンジン型式は 13BREW だね。総排気量は 654cc×2 で、圧縮比は 9.0 だよ。うわぁ、それってすごいの。そうだよ。最高出力は280馬力だよ。最大トルクは32キロ5000回転だよ。ほう。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式で、全長、全幅、全高は 4285mm、1760mm、1230mm だよ。ホイールベースは 2425mm、最低地上高は 135mm だよ。車両重量は 1270kg だよ。ふむふむ。パワーウェイトレシオは 4.54kg で、トルクウェイトレシオは 39.7kg だよ。タイヤは前 23545R17、後ろ 25540R17 だよ。タイヤが前後で幅も扁平率も違うんだね。これではローテーションできないね。次に、RX7FC3S 型の詳細な諸言を説明するよ。生産期間は1985年から1992年までで、エンジンは 13BT 型、直列2ローター、完全独立ツインスクロールターボだよ。総排気量は 654cc×2 で、最高出力は205馬力6500回転、最大トルクは 27.5kg3500 回転だよ。ほう。駆動方式はフロントエンジン、後輪駆動で、全長、全幅、全高は 4310mm、1690mm、1270mm だよ。車両重量は1210から 1270kg だよ。それで、どっちが速いの？それは、車の性能や状態、そして運転手の技術による部分も大きいから、一概には言えないんだ。でも、スペック上の性能だけを見ると、3代目の FD3S 型 RX7 の方が高性能だよ。本当に？その通り。RX7FD3S 型は、最高出力が255馬力から265馬力、最終的には280馬力と向上しているんだ。一方、RX7FC3S 型の最高出力は205馬力だから、純粋にパワーだけを見れば、FD3S の方が上だよ。なるほどね。でもそれだけじゃないんでしょ？そうだよ、レイム。車の速さはパワーだけでなく、重量や空気抵抗、タイヤのグリップなど、様々な要素に影響されるんだ。だから、どちらが速いかは、
それらの要素がどのように組み合わさるかによるんだよ。でも、どっちが速いかは、実際に走らせてみないとわからないんだね。その通りだよ、レイム。でも、安全運転を心がけてね。ほいほい。マリサ、RX-7 の最大の特徴はロータリーエンジンの搭載だよ。って言ってたよね。言ったよ。もっと詳しくロータリーエンジンのことを教えて。任せてくれよ。では、ロータリーエンジンの説明をするぞ。よく聞いておけ。頑張って聞くよ。ロータリーエンジンは、一般的なレシプロエンジンのような、往復動機構による容積変化ではなく、回転動機構による容積変化を利用して、熱エネルギーを回転動力に変換して出力する原動機なんだ。このエンジンはドイツの技術者フェリクス・バンケルによって、発明され、三角形の回転子ローターを用いる、オットーサイクルエンジンが実用化されたんだよ。おっと、それってすごいの。そうだよ、レイム。ロータリーエンジンの特異性はね、まず、軽量化とコンパクト化。ロータリーエンジンは、給排気バルブなどのパーツを不要とするため、レシプロエンジンよりも少ない部品数で構成されており、コンパクト設計が可能であり、軽量化を行えるんだ。なるほどね。次に、低振動。ロータリーエンジンは、ローターが回転運動するため、上端下端あるいは右端左端がないので、片端から別の端へと、移動する際に起こりやすい振動や音が発生しにくい構造をしているんだ。ふむふむ。そして、高出力化。ロータリーエンジンは、ローターを回転運動させることで、吸気圧縮膨張排気を同時並行で行う。そのため、同サイズのレシプロエンジンと比較した場合においては、ロータリーエンジンの方が高出力化を望めるんだ。しかし、ロータリーエンジンには以下のようなデメリットもあるんだ。ロータリーエンジンは、燃焼室が広く、熱が逃げやすいため、燃費が悪くなるんだ。それって問題じゃない。そうだよ、レイム。そして、パーツが故障しやすい。ロータリーエンジンは、特殊な形状のローターやシールなど、特殊なパーツを多く使用しているため、これらのパーツが故障しやすいという問題があるんだ。あらら。それだけじゃないよ、レイム。エンジンオイルが劣化しやすいという問題もあるんだ。これらの特性から、ロータリーエンジンは一部の高性能車や、スポーツカーに採用されているんだ。しかし、燃費の悪さやパーツの故障しやすさなどの問題から、一般的な乗用車にはあまり採用されていないんだ。それにもかかわらず、そのユニークな構造と性能から、ロータリーエンジンは自動車愛好家の間で非常に人気があるんだよ。現在、マツダはロータリーエンジンの開発を続けており、将来的には電気自動車の範囲拡大用の発電機として、使用される可能性があるんだ。マツダ以外に、ロータリーエンジン搭載の車を販売していないの。実は、マツダ以外にもロータリーエンジンを搭載した自動車メーカーが、存在するんだよ。例えば、メルセデス・ベンツは1969年のフランクフルトモーターショーで、デビューを飾った C111 というスポーツカーで、280馬力の3ロータリーエンジンを搭載していたんだ。でも、同等排気量のレシプロエンジンに対して、燃費が著しく悪いなどの理由でロータリーエンジン車開発は、ストップしたんだよ。ほう、ストップ。そうだよ、レイム。そして、ドイツの自動車メーカーである NSU は、1964年に世界初のロータリーエンジン搭載車バンケル、スパイダーを、発表したんだよ。うわぁ、初めて聞いた。それだけじゃないよ、レイム。フランスの自動車メーカーであるシトロエンも、ロータリーエンジン搭載車を発表していたんだ。これらのメーカーもロータリーエンジンの開発に取り組んでいたんだけど、技術的な問題や燃費の悪さなどの理由から、量産には至らなかったんだよ。そのため、現在ではロータリーエンジンイコールマツダというイメージが、強くなっているんだ。なるほどね、マツダってすごいんだね。現在、市販車でロータリーエンジンを搭載している、車種はマツダの車種のみとなっているんだ。具体的には、2012年に生産が終了した RX-8 が、最後のロータリーエンジン搭載車だったんだ。しかし、マツダは現在でもロータリーエンジンの生産を続けており、将来的には新たなロータリーエンジン搭載車の発売が、期待されているんだよ。ほう、楽しみ。なぜ、マツダがロータリーエンジンを採用したの？それは、ロータリーエンジンの独特な特性と、当時の日本経済の状況によるんだよ。それってどういうこと？さっき話したが、ロータリーエンジンは、軽量でコンパクトながらも高出力を発揮できるから、スポーツカーに適しているんだ。また、ロータリーエンジンは振動が少なく、騒音も低いという特性がある。そして、当時、日本は高度経済成長期で、高速道路の開通により本格的なモータリゼーション時代を迎えていたんだ。このような状況の中、自動車開発の競争が激化しマツダは生き残るために、他社が追随できない、ロータリーエンジンの市販車を開発したんだよ。なるほどね、それならわかるよ。マツダはロータリーエンジンの開発によって、自社の技術力を
示すとともに、ブランド価値を高めることができたんだ。ロータリーエンジンは、世界でマツダだけが量産化に成功した技術であり、その開発はマツダの飽くなき挑戦の精神を象徴しているんだよ。マリサ、ロータリーエンジンの排気量って、どうやって決まるの？それは、ローターの数によって決まるんだよ。マツダのロータリーエンジンでは、1ローターあたりの排気量が 654cc なんだ。ほう、654cc って、聞いたことのない数字だね。例えば、2ローターの場合は 654cc、×2 で 1308cc013B エンジン。3ローターの場合は 654cc、×3 で 1962cc020B エンジン。4ローターの場合は 654cc、×4 で 2616cc026B エンジン。となるんだよ。なるほどね。でもなんか半端な数字だよね。日本の自動車税課税時の排気量区分では、単質容積×ローター数×係数 1.5 として換算されるんだ。これはロータリーエンジンが持つ特性が関係していて、ロータリーエンジンは同排気量のレシプロエンジンに対して、1.5 倍程度の出力を出すことができるからだよ。したがって、税制上の換算排気量は、排気量は、例えば、1ローターの場合は 654cc、×1.5 で 981cc、2ローターの場合は 1308cc、×1.5 で 1962cc、3ローターの場合は 1962cc、×1.5 で 2943cc、4ローターの場合は 2616cc、×1.5 で 3924cc となるんだよ。なるほどね。1ローターで、レシプロの約 1000cc 換算なのね。マツダのロータリーエンジンの種類って、たくさんあるの？いくつかあるよ。主なロータリーエンジンの種類とその特徴を説明するよ。頑張って聞くよ。まず、10A は1967年に登場したコスモスポーツに搭載された、世界初の量産ロータリーエンジンで、当初110馬力7000回転の最高出力と、13.3キロ3500回転の最大トルクを発揮したんだ。ほう。次に、12A は 10A のトルク不足を補うべく、ローターハウジング幅を 10A の 60mm から 70mm にワイド化され、1970年に登場したカペラロータリーに搭載されたんだ。なるほどね。そして、13A は1969年に登場したルーチェロータリークーペのみに搭載。ローターハウジングの幅は 10A と共通だが、変身量を大きくし、排気量を 655cc×2 の 1310cc に拡大したんだ。そして、13B は 12A に対してローターハウジングの幅をさらに 10mm 拡大し、排気量を 654cc×2 の 1308cc へ拡大。1973年に登場し、以後マツダロータリーの主力となったんだ。ほう、進化しているんだね。さらに、20BREW は 13B を3ローター化したもので、ロータリー史上過去最大のエンジンだ。1990年に登場したユーノスコスモに搭載されたんだ。ロータリー史上過去最大。また、R26B は1991年のルマンで見事、総合優勝を飾った。787B に搭載された直列4ローターエンジンだよ。うわぁ、それってすごいね。最後に、16X はレネシスの次を担う新世代のロータリーエンジンだよ。マリサ、13G ってロータリーエンジン、なかったっけ？いい質問だね。マツダのロータリーエンジンには、13G 型というエンジンが存在するんだ。13G 型エンジンは、東洋工業現在のマツダが開発製造した、直列3ローターのガソリンエンジンで、レーシングカー専用に開発されたんだよ。ほう、市販車に搭載されないロータリーエンジンもあるんだね。これらのエンジンは、マツダの飽くなき挑戦の象徴として、その歴史と技術力を体現しているんだよ。ねえマリサ、RX7 は FR って聞いた気がするんだけど、合ってる？そうだよ、レイム。マツダの RX7 は、エンジンがフロントにあり、後輪が駆動する FR、フロントエンジンリアドライブ方式の車なんだ。さらに、RX7 はエンジンをフロントの中心よりも後ろに、キャビン運転席側に配置することで、フロントミッドシップという、レイアウトを実現しているんだ。この配置により、前後の重量配分が最適化され、車の運動性能が向上するんだ。具体的には、加速、旋回、減速といった、運動性の向上が期待できるんだよ。ほう、それってすごいね。RX7 の場合すべての世代でフロントミッドシップが採用されているんだ。このように、RX7 はその設計と性能で、多くの自動車愛好家から高い評価を受けているんだよ。なるほど、人気の秘密がここにもあるね。初代サバンナ RX7 はフロントが 50.7%、リアが 49.3%。2代目 RX7 はフロントが 50.5%、リアが 49.5% だよ。3代目 RX7 はフロント 50%、リア 50% だ。これらの数値は、2名乗車時の重量配分を示しているんだ。
このように、RX-7 はほぼ理想的な50対50の重量配分を実現しており、これがその優れたハンドリング性能に寄与しているんだよ。ただし、これらの数値は静止状態でのものであり、走行中の加速やブレーキングなどによって各タイヤに加わる荷重は、常に変化するんだよ。なるほどね、それならわかるよ。マツダの RX-7 のスタイルってどうなの？それは、そのスタイリッシュなデザインで知られているんだよ。まず、初代 RX-7SA22C は1978年にデビューしたんだ。スポーツカーならではの精悍なスタイルを持っていて、空気抵抗係数、CD 値は 0.36 と空気抵抗の少ない優れた数値だったんだ。低いボンネットフードは、軽量小型のロータリーエンジン搭載を、象徴する姿を目に印象づけたんだよ。ポルシェ944に似ているとも言われていたしね。次に、2代目 RX-7FC3S は1985年に登場したんだ。より高次元のスポーツカーへ進化したんだよ。車体表面の突起を減らし、幅広い扁平タイヤを収めるブリスターフェンダーを持った、張りのあるスタイルは、初代の小型軽量からイメージを、一新する重厚さを加えていたんだよ。ほう、それってすごいね。そして、3代目 RX-7FD3S のエクステリアは、混同デザインとスポーティなイメージが融合したスタイルだったんだ。車高や前高が低いスタイルから、一目でスポーツカーだとわかるデザインだったんだよ。あの曲線美は素晴らしいよね。これらのスタイルは、RX-7 が、スポーツカーとしての性能と美学を追求してきた結果とも言えるんだよ。そんな RX-7 のライバル車って何？まず、ポルシェ944は RX-7 の開発時に参考にされたとされていて、1983年から1991年まで製造されたスポーツカーで、エンジンは水冷直列4気筒、SOHC2478cc、変速機は5速、MT、駆動方式は FR、乗車定員は4名、ボディタイプは2ドアクーペ、車両重量は1120キロだったんだ。なるほどね。国内では、日産、フェアレディ Z が RX-7 と同じく日本を代表する、スポーツカーで、FR レイアウトと直列6気筒エンジンを、特徴としているんだ。また、トヨタ、スープラは高性能な直列6気筒エンジンと FR レイアウトを、持つスポーツカーで、RX-7 と同じく国内外のモータースポーツで、活躍しているんだよ。最後に、ホンダ、NSX はミッドシップレイアウトと V6 エンジンを、特徴とするスーパーカーで、そのハンドリングと乗りやすさで評価されているんだよ。マツダの RX-7 の成り立ちってどうなの？それは、1978年から2002年まで製造販売されていた2ドアクーペ型の、乗用車、RX-7 のことだよ。初代モデルはサバンナ RX-7 の名でデビューし、ロータリーエンジンを搭載したマツダを代表するスポーツカーとして、知られているんだ。RX-7 の社名の由来は？ R がロータリーエンジン、X が未来を象徴する記号を表し、ロータリースペシャリティとも表現される。7はマツダ内での車格番号を意味する。RX の社名を採用した車種は2、3、4、5が存在したが、日本国内向け車種で RX を使用したのはこの車が初めてだったらしい。まず、1978年にサバンナ RX-7SA22C が発売されたんだ。北米使用車では新たに VIN コードの型式名を採用したため、FB3S の呼称を用いるようになったんだ。へえ、それは知らなかった。次に、1985年にサバンナ RX-7 のフルモデルチェンジが行われ、FC3S が発売されたんだ。そして、1991年に2度目のフルモデルチェンジが行われ、アンフィニブランドからの発売となり、名称がアンフィニ RX-7 へ変更されたんだ。ほう、それってすごいね。さらに、1997年にアンフィニブランドの廃止で再びマツダブランドに戻され、2002年に自動車排出ガス規制の強化を受けて生産を終了したんだ。累計生産台数は81万台に達したんだ。ほへえ、悲しい。RX-7 の後継者としては、2003年から2013年まで販売されていた、4シーター4ドアのスポーツクーペ RX-8 が存在するんだ。ただし、マツダ自体は RX-8 を RX-7 の直系の後継者ではなく、全く新しいコンセプトの車と位置づけているんだ。RX-7 はピュアスポーツを追求した車で、2人乗りまたは 2x2 の4人乗り、3ドアファストバッククーペとして設計されたんだ。一方、RX-8 は大人4人が乗れる全く新しいタイプのスポーツカーという、コンセプトのもとに開発されたんだよ。ほう、RX-7 と RX-8 は全く違うコンセプトということね。現在のところ、RX-7 の直接的な後継者は発表されていないんだ。しかし、マツダは新型スポーツカーの開発を進めており、その中にはロータリーエンジンを搭載したモデルも含まれている、との情報があるんだ。新型スポーツカーのコンセプトモデルとして RX Vision GT3 コンセプトが
存在し、そのデザインや性能が注目されているんだ。このモデルは、最高出力570馬力を発揮する、新世代のスカイアクティブ R エンジンを搭載しているんだよ。その発売は2026年以降と予想されているんだよ。ほっほー、それは楽しみだね。この新型スポーツカーはトヨタとマツダの共同開発という噂もあり、そのモデルが RX-7 の後継車種なのかあるいは新型 RX-9 なのかは、まだ不明だよ。ただし、新たなスポーツモデルの発売に向けて、前進していることは確かなようだよ。ねえ、マリサ、RX-7 の評判ってどうなの？良い点と悪い点をまとめてみるね。良い点は？まず、良い点としては、エンジンの回転性が上げられるね。RX-7 のエンジンは軽く、高回転までスムーズに回るんだ。また、スポーツカーとしての性能も高く評価されていて、低重心設計によりスポーツカーとしての運動性能が極めて高いんだよ。さらに、スタイリッシュなデザインも魅力の一つで、所有しているだけで満足感が得られるんだ。そして、加速性能も当時のライバル車と同程度で、運動性能も初代 RX-7 は低重心設計でスポーツカーとしての、運動性能を極限まで考え抜いた作りをしていたんだよ。やっぱり、RX-7 は素敵だね。一方、悪い点としては、燃費が上げられるね。RX-7 の燃費は37キロと悪いんだ。また、維持も問題点で、RX-7 は古い車であり、日々調子を気にして乗る方向けで、維持するだけでも割とお金がかかるんだよ。さらに、音も問題で結構な音があり、エンジンを回さないと、アフターファイヤーで周りがびっくりするんだ。そして、運転席はフィットやジムニーより狭いんだ。最後に、中古車の問題もあるんだ。中古車しかないのと程度にものすごくばらつきがあること。維持管理の問題からだよ。古い車だから、色々問題はあるね。でも、このスタイリッシュなボディは時代を感じない、繊細なデザインだね。そうだね。でも、それも含めてこの車の魅力の一部だと思うよ。なるほど、それは面白い。そうだね、レイム。それが RX-7 の魅力だよ。それでは、今回の RX-7 の紹介はここまでだ。そうだよ、レイム。この車はそのパワフルなエンジンと軽快な走りで、多くの人々を魅了してきたんだ。マリサ、マツダがロータリーエンジン開発チームを再結成したって、聞いたんだけど、それってどういうこと？それは、マツダが2024年2月1日にロータリーエンジン RE、開発グループを約6年ぶりに再結成したってことだよ、レイム。新しい時代に適合したロータリーエンジンの研究開発を加速するための、この動きは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた、一歩となっているんだ。ほう、それってすごいね。そうだよ、レイム。新たに集結した36人の技術者が一つのグループになり、RE の研究開発で様々な壁をブレイクスルーするスタートを切ったんだ。マツダは、電動化時代そしてカーボンニュートラル社会においても、飽くなき挑戦でお客様にワクワクしていただける、魅力的な車をお届けすることをお約束しているんだよ。なるほどね、こっちもワクワクするね。また、マツダは2012年にマツダ RX-8 の生産を終了して以来約11年ぶりに、ロータリーエンジン搭載車の量産を再開し、現在はマツダ MX-30 ロータリー EV を日本や欧州市場に導入しているんだよ。ロータリーエンジンの復活だね。これらの動きから、マツダがロータリーエンジンの可能性を、引き続き追求していることがわかるね。今後の開発が楽しみだよ。本当に、楽しみ楽しみ。ここまで、ご視聴ありがとうございます。これからも、昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったら、コメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回もお楽しみに。それでは、また次回。それじゃあ最後まで、ご視聴ありがとうございました。